今回はルアーの塗装です。ルアー自体は以前投稿したシーバス用のシンキングペンシルで、これをニジマスカラーに塗装します。下地処理が終わった状態からスタートします。まず400番のペーパーでサンディングし、足付けします。動画ではヒノキ製のルアーをタルクベースのベビーパウダーと二液ウレタン塗料で銅管埋めし、下地処理したものを例にしていますが、市販の ABS 製ルアーをリペイントする際も同様で、400番から800番のペーパーでサンディングして塗料の食いつきを良くします。塗料はロックペイント製の二液ウレタン塗料パナロックを中心に使っています。希釈用のシンナーはパナロックシンナー速乾型塗料の希釈のみに使います。希釈用のシンナーには塗料終点管剤フレグランスをシンナー 50g につき1滴の割合で混合しています。少し匂いがマシになります。エアブラシや器具の洗浄にはカンペのラッカーシンナーを使っていますが、ラッカーシンナーなら何でもいいです。今回使ったパナロックはオートクリアー、ホワイト、Z ブラック、YS グリーンで硬化剤は HF ハードナーです。蛍光ピンクパウダーとパールパウダーのホワイトはオートクリアーに混合して使います。これらに加えてエコロック、ハイパークリアーと専用硬化剤をトップコートに使います。塗装前に使う想定の塗料を先に混合、希釈します。まずシンナーにフレグランスを混合し、以後の塗料の希釈に使うことにします。次に塗料の混合をします。混合比は重量比で、パナロックは取材10に対して硬化剤1、ハイパークリアーは取材3に対して硬化剤1です。取材は塗料の缶からスプーンで取り出し、硬化剤は一旦紙コップに移してから計量、混合しています。動画はオートクリアーの混合なので、取材 10g に硬化剤 1g です。取材と硬化剤の混合物の同量より少し多くのシンナーで希釈しています。動画では 15g ほど加えているので、オートクリアーの混合、希釈後の総重量は 25.9g になっていますが、重要なのは粘性です。混合、希釈後の粘性は牛乳より少し緩いぐらいで、こんな感じです。オートクリアーを小分けにして蛍光ピンクパウダーを混合したものとパールパウダーを混合したものも用意します。蛍光ピンクパウダーとパールパウダーの添加量は適当です。ホワイト、Z ブラック、YS グリーンも同様に混合、希釈します。混合、希釈の終わったすべての塗料をストレーナーでこし、異物を除去しておきます。今回はすべて二液ウレタン塗料で塗装します。塗料の準備ができたらバイスプライヤーでルアーを加え塗装していきます。エアーブラシは口径 0.4mm のトリガータイプです。私の場合中指でトリガーを操作しています。オートクリアーでアンダーコートを塗装します。エアーツは 0.2 メガパスカルでツヤが出る程度、つまり明瞭なウェットコートにならないぐらいで塗装し始めます。ここでのオートクリアーの役割は、足付けの傷に入り込み、かつ明瞭な樹脂層を形成し、この後塗装するベースコートと目止めの終わったルアー表皮を結合する糊のような役割です。ルアー全体に均一な塗膜を形成できるように塗装を重ね、足付けの傷が見えなくなったらウェットコートでツヤを出し仕上げます。今回のニジマスカラーはアルミ張りなし、マスキングなしの簡単お手軽塗装ですので、この後アルミ張りはありません。こんな感じでツヤありに仕上げます。ベースコート1回目はホワイトです。単一顔料の塗料なので相当重ね塗りしないと真っ白にはなりませんが、少々透けていても塗装が終わる頃にはわからなくなるので、多少下地が透けていても気にしないようにしましょう。ドライコートで半ツヤを維持して塗膜を重ねていき、下地があまり見えなくなったらウェットコートでツヤを出します。私の場合
ドライコートとウェットコートの切り替えはエアブラシのノズルとルアーの距離、トリガーの引き加減で切り替えています。ドライコートにしたければ距離を遠く、トリガーを少なく引き、ウェットコートにする場合は距離を近く、トリガーを大きく引いています。エアーツと希釈はほとんどの場合は変えません。トリガーの引き具合をいつでも変えられるように、エアブラシのニードルストッパーは効かないように全開にセットしています。アイホールの側面やラインアイとフックアイの付け根部分は塗り残しやすくなります。塗料がうまく乗っていない場合は個別に塗装します。またウェイトホールなどの下地色が大きく違う部分はどうしても下地の透けが目立ちます。こういった部分も目立たない程度まで個別に塗装しておきます。真っ白にならないと気が済まない場合、ベースコートに入る前にアンダーコート2回目としてグレーを塗装しておきましょう。アンダーコート2回目でグレーを塗装する場合、できるだけ多くの原色を混合したライトグレーを使うと効果的です。顔料ごとに反射する光が違うので、多くの顔料を含むほど下地透け防止効果が高くなると思います。まだ少し下地が透けていますが、だいぶ白くなってきたので、そろそろ色決めを終わり、ウェットコートでツヤを出していきます。垂れる直前までウェットコートで塗料をのせて、ルアー全体を均一なツヤに仕上げ、ベースコート1回目、ホワイトの塗装を終わりにします。ベースコート2回目は Z ブラックです。ルアーの背面に太い線を引くように塗装します。トリガーの引きは控えめに、一度に希望の色にしようとはせずに何回も往復させて塗装します。トリガーの引きをごく小さく、エアブラシをルアーにぐっと近づけ塗装すると細い線が塗装できます。線の幅のイメージがつきにくい場合は、細い線を塗装してから徐々に広げると失敗しにくくなります。慣れていないとついトリガーを引いてしまうこともあるので、自信がない場合はエアブラシのニードルストッパーを使って制限をかけるといいでしょう。ベースコート3回目はパールパウダー入りのクリアです。ルアーの側面部分を中心に側面と背面にも塗装します。パールクリアはパールパウダーが沈殿し、ノズル詰まりしやすくなるので、基本的にトリガーを目いっぱい引いての塗装になります。泳ぎムラにならないように距離を空けてドライコート気味に塗装します。ベースコート4回目はオートクリアです。ドライコート気味に塗装されている Z ブラックとパールクリアをオーバーコートし、ウェットコートの塗膜を形成するための塗装です。ウェットコートの塗膜を形成するための塗装なのですが、いきなりドバッとウェットコートすると泳ぎムラや色流れを起こすので、まずドライコート気味に吹き付け、クリアの塗膜が形成できたらウェットコートでツヤあり塗膜を形成します。ベースコート5回目は YS グリーンです。ニジマスの背面色になる塗料なので、ルアー背面側3分の1を塗装します。塗り方は Z ブラックと同様で、太い線を描いていく感じで何度も往復させて少しずつ塗装していきます。 Z ブラックが背面中心の色の濃い部分になる感じです。塗り始めは色がなかなか乗らず、どんどん重ねたくなりますが、重ねすぎると下地が透けることによってできる色の濃淡がなくなってしまうので、塗りすぎに注意してください。ちょっと薄いかなって思えるところで一旦置いて、反対側を塗装、そしてまた戻って塗装を繰り返して重ね塗りしていくと、塗りすぎになりにくいと思います。ドライコート気味に塗装していくので、色調が若干明るめに見えますし、ニジマスカラーなので後で黒い斑点も入り、少し暗めに落ち着くことも考えられます。これは個人的な意見ですが、あくまでもルアーなので写実的でなければならないってことはないと思っていますし、鮮やかな色調の方が綺麗だと思います。やや明るく感じられるぐらいがちょうどいいと思います。
ベースコート6回目は斑点の塗装です。エアブラシのカップにオートクリアーと Z ブラックを投量入れ、バブリングして攪拌します。エアブラシのニードルキャップとノズルキャップを取り外し、砂目が拭けるようにします。試し拭きし、希望の砂目にできたら塗装します。今回はエアーツを 0.15 メガパスカルに下げることでまあまあな感じになりました。どぎつくならないように Z ブラックをクリアーで伸ばしているせいか、動画では分かりにくいですが斑点が入ってます。分かりますかね。少しは見えますね。ベースコート7回目はオートクリアです。 YS グリーン、斑点ともに塗装面が荒れた状態になっています。これらをオーバーコートし平滑にするための塗装です。最終的にはウエットコートでツヤを出しますが、ここでもいきなりウエットコートをすると戻りムラや色流れの原因となってしまうので、まずはドライコート気味に吹き付け、オートクリアーの塗膜ができてからウエットコートします。エアーツは 0.2 メガパスカルに戻しています。ベースコート8回目は蛍光ピンクです。オートクリアーに蛍光ピンクパウダーを混合した蛍光ピンクでルアー側面にラインを引くように塗装します。要するに背面塗装の Z ブラックや YS グリーンと同じです。複数回往復させて色決めしていきます。蛍光ピンクの場合 Z ブラックや YS グリーンと違い、吹き付け技術よりも塗りやすい顔料濃度の方が重要で、色がつきすぎる状態になっているとムラが発生しやすくなります。蛍光ピンクパウダーの入れすぎに注意してください。また蛍光パウダーが溶けきっていないとダマになってしまいますので、必ずストレーナーでこしてから使いましょう。ベースコート9回目はパールクリアーです。今まで使ってきたパールクリアーをそのまま使うと斑点などの塗装を塗りつぶしてしまうことになるので、オートクリアーで2倍程度に希釈して使います。エアブラシのカップにオートクリアーを入れてからパールクリアーを入れ、バブリングして攪拌します。ルアー全体に吹き付け、適度なパール感が出るまで塗装します。ついでにルアーの腹側についた斑点を消せるかもしれないので期待して塗装します。蛍光ピンクの戻りムラが出ないようにドライコート気味に塗装し、塗膜が十分についてからウエットコートしていきます。ルアー全体にまあまあのパール感を出せたので、腹側を重点的に塗装します。今回塗装のみの内容での動画になっています。他の部分に一切触れていない内容ですので、編集でカットするのはエアブラシの洗浄や塗料の継ぎ足しなどのみとし、早送りもなしで編集しています。塗装に実際かけている時間もわかると思います。塗装でうまくいかない場合は参考にしてください。動画では分かりにくいと思いますが、腹側の斑点いまいち消えません。諦めてウエットコートでツヤを出し、パールクリアーの塗装を終わりにします。ベースコート10回目はホワイトです。パール塗装で消せなかった腹側の斑点をホワイトで塗りつぶします。方法は背面の Z ブラックや YS グリーン、蛍光ピンクの塗装と同じライン吹きです。今まで同様、トリガーの引きを控えめに何度も往復させて斑点が見えなくなるまで吹き付けます。このニジマスカラーの塗装ではベタ塗り、砂目吹き、ライン吹きの3種の塗装方法を使っていますが、砂目吹き以外の2種はチャートバックパールホワイトなどの一般的なルアーカラーで使われる方法ですので、エアブラシの扱いに慣れれば簡単に塗装できると思います。残りの1種、砂目吹きは吹き付け調整のみで塗装できるのでかなり簡単です。
ベースコート11回目はオートクリアです。これが最後のベースコートになります。混合したオートクリアの残りを全て吹き付け厚塗りしていきます。ドライコートとウェットコートを繰り返して厚塗りします。ただひたすら垂れないようにドライコートとウェットコートを繰り返していくだけです。特に説明することはないので二液ウレタン塗料について少し話します。まず塗料の混合比ですが、基本的に重量比を使っていますが、明瞭に体積比か重量比か記載されていないものもあります。今までの経験上どちらで混合しても問題なく硬化します。エポキシ樹脂のように混合比にシビアなものではありません。おおよそ主材体硬化剤の混合比が合っていれば問題なく硬化不良は起こしません。ただし硬化剤が多めだと硬化後柔らかく割れにくくなり、硬化剤が少なめだと硬く割れやすくなる傾向があります。気温で硬化速度が左右され、低温時は硬化が進行しません。低温で硬化が止まっても加温すれば硬化します。強制乾燥で硬化させ硬化が完了しポリッシング可能になってもシンナーの揮発が終わるまでは本来の塗膜コードが出ません。強制乾燥なしの場合、本来の塗膜コードが出るまでの期間は夏場で1ヶ月、冬場で半年程度かかります。そして塗料対シンナーの混合比はメーカー推奨値よりも濃くすると不具合が出る場合がありますが、薄くする方向では吹き付けやすさ以外の問題は起こしません。二液ウレタン塗料の重ね塗りについては同一メーカーで同一シリーズなら吹き付け後数分で可能となり、エアブラシの洗浄を考慮すると即可能と思って問題ありません。また硬化後に重ね塗りする場合は足付けが必要で、足付けしない場合は剥離しやすくなります。ただし硬化不良にはなりません。二液ウレタン塗料同士であってもメーカーシリーズが違うものを重ね塗りすると、それが硬化後であってもトラブルが起きる場合があります。シンナーはメーカー推奨品以外での希釈は NG で、塗料と同じメーカーの推奨品しか使えません。シンナーは揮発速度違いが数種類販売されており、それぞれのブレンドもできるので吹き付けやすい粘土を維持したままで揮発調整ができます。硬化前の洗浄には専用シンナーだけでなくラッカーシンナーも使えます。強制乾燥が必須の塗料もあり注意が必要です。ホームセンターでよく売られている合成樹脂塗料と違い、容量が同じであっても顔料の違いで価格が異なります。耐薬品性に優れた塗料ですが、アルコールに漬け込むと防潤します。毒性があるので防毒マスクが必要です。防塵マスクではダメです。すぐに思いつくのはこのぐらいですかね。私の勘違いもあるかもしれないので、使用する前にメーカーホームページや販売店で確認してください。トップコートはハイパークリアです。ハイパークリアに限らずトップコート専用クリアは肌伸びがいいです。つまり柚子肌黄身に吹き付けしてしまっても時間経過で平滑になり濡れツヤで仕上がりやすいということです。これはメリットですが、逆に垂れる直前までウェットコートしてしまうと時間経過で垂れてしまう場合があることを指します。硬化後の硬度が高い、ツヤがいいなどメリットもたくさんあるので吹き付けすぎに注意して使ってください。私の場合ベースコート最後のオートクリアを厚塗りし、トップコートでは厚塗りせず綺麗にウェットコートできたら終わりにしています。トップコートが終わるとこんな感じです。食器乾燥機に入れ硬化させます。食器乾燥機はすぐにスイッチを入れずに6時間後ぐらいにオンします。塗装完了から約12時間、余分な塗膜を取り除きアイをつけるとこんな感じです。今回の動画はここまでです。面白かった、
参考になったなどありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。